秋葉にいます。背景的に秋葉っぽくないな、あんまりな。これ秋葉です。はい、じゃ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 ーん。はい、今ここにさ、トレーダー本店って書いてるんだけれども、今回ね、ここに今フィギュアを買いに来たんで、なんで今回フィギュアを買いに来たかっていうと、今回はロビンをね、徐々化したいと思います。ね、思ったよさ、ロビンさ、何気にやってなかったじゃん。そうだね。でしょ。なんかこう、結構私の中でロビンってやっぱり主要キャラなわけ。まあまあまあ、そうだよね。麦わら海賊団。そう、やっぱ麦わらの海賊団はさ、正直言ってメインキャラクターというかさ、韓国が先にやったもんね。やったやった。やっぱ韓国私好きやからさ、普通になんかこうたくさん選びがちなんだけれども、ただだよ、ロビンもめちゃくちゃ美人じゃん。しかも黒髪でさ、私も好きなんだけどさ、だからちょっとそろそろロビンやろうかなと思ったところであって、今回はロビンにします。で、徐々化だから徐々化に映えそうなフィギュアを選びます。まあ大体めぼしいものは頭の中になんとなくあるんだけれども、あるかどうかわかんないじゃん。ネットで結構チェケラしてたね、それからスマホで。そうそうそう、やっぱネットは絶対私はチェケラするからね。まあたまにさ、そうなんかジャンク品みたいな感じでさ、透明の袋にさ入ってきたりするじゃん、たまに。まあでも相当ないから。でもコンビニとかでよくさ、アイスそのまま開けて中で食ってるじゃん。あぶやつかそれはやばいやばい、それ本当にやってると思われたら今犯罪作られてるからね、私。別にさ、そんなわけやるわけないじゃん、マスさんじゃないんだから。いや、それ俺が今度子供になってる。俺はやらない。はい、ということでね、ちょっと見ていきます。他に売ってなかったら、今秋葉だからね、他のところにも売ってるかもしれないからって感じで、とりあえずね、じゃあ行きます。あ、もう買ったんだね、ここで。買いました。この店で決定したんだね。そう、しかもちょっと気づくことない。横に熱いんじゃないのか、横に。ちょっと大きいっしょ。2つ買いました。ロビンを2つ買ったの？あ、違うんだよ実は。別のフィギュアなんだけど、全く違うタイトルなんだけど、やりたいことがもう1個あったから。あ、そっちも制作したいなっつって買ったやつか。そう、このフィギュアちょっとこう料理したいなって思ったやつあったから、なるほどね。もうゲットした。もうマジで違う。あ、なんかちょうどわからないように紙があった。あ、本当だ。そういう意味ではなかったのかな。じゃあ行きますか。はい。はい。やっていきましょうかね。買い物してからちょっと数日経ってるんですけれども、出番がやってきました。フィギュアまで見せてたよね。そうだね。そうだよね。そうだね。でもサムネで分かってるよね、多分ね。なんか袋そうだね。袋は見せたような気がするけど。だけど中身は見えなかったからよ。そうだね。そうだろ。見えない処置がされてたから。今日塗っていく、徐々化していくフィギュアはこちらになります。じゃあじゃね、これさ、みんなさ、この段階でちゃんと分かる？これがハンコックなのかロビンなのかって。でも分かるんじゃない？分かる？これ今さ、横向きだからさ。ああ、なるほど。これだけだったらもしかしたらなんか一瞬分からない人いるかもなと思った。グリッター&グラマラス。グラマラマラス。いや、めっちゃ噛んだな。グリッター&グラマラス。もうね、私が大好きなシリーズとなってきます。なんか大きさもちょうど良さそうだね。そうなんだよね。ちっちゃくないんだよね、このシリーズって。ちょうどいいんだよね。結構、正直言ってロビンのフィギュアもやっぱりあったんだよね、やっぱりたくさん。たくさんあったんだけど、今回これにしたんだけど、まあ、とりあえず早速開けましょうかね。あ、頭がついてない。分割タイプ？お、分割タイプだ。それもしかしてさ、埋まりタイプなんじゃないのか、台座は。これは埋まりタイプじゃないでしょ。だってさ、この前のやつガチで埋もれてた気がするもん、なんか。それ埋まりタイプ。ここだってここ平たいじゃん、ここ平たいじゃん。ああ。この前のやつはなんかもっとこう立体だってあれでしょ、ナミでしょ。ナミリアル化したやつでしょ。そう。あれは埋まりタイプだったよね。あ、今回ちゃんと差し込みタイプなの？そうでしょ、差し込みタイプ。はい。で、顔と腕がついてないね。だからそれをつけてと。で、頭ですよ。はい、頭。頭。頭。ダガーナイフなのかな、これは。ダガーナイフって言うの？このタイプのナイフって。なんて言うと思う？さすがに果物ナイフではないからね。果物ナイフ持って何やったんだよ。二刀流でしかも。ナイフについて詳しくないんだよな。だいぶ果物さばきのプロだね。あれ、名前とかなかったっけ？もうだいぶさばくよ、俺。さばいてくって感じで。さばいてく。じゃんじゃじゃーん。こちらになります。相変わらずスタイルがいいね、やっぱこのフィギュアは。いいね。いいね。あら。やっぱり、じゃ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 ーん。こんな感じなんだよね。顔がね、こういう感じですね。はい。これさ、パッケージと比べたらだよ。若干印象違うかもしれない、もしかしたら。ああ、なるほどね。じゃあパッケージこっちこんな感じで。パッケージはこういう感じで、こういう感じね。こういう感じ。若干印象違うかな、フィギュアと。まあでもこれはさ、やっぱいろいろ、多分これ面もさ、デカールだよね、これ。貼り付け、まあプリントだからさ。まあでもある程度加筆したりとかさ、うん。するからさ、まあそこまでって感じ。全く問題ない。こういうさ、まあ
目をいじったりとか、まあいわゆるリペイント、リペイントをする時は正直言って表情とかに関しては例えば若干このパッケージと違ったとしても私は全く気にしない。なんかさロビンのさ、キャラクターのさ、なんていうのイメージ自体もさ、最初のこうなんかアラバスタら辺で出てきた時からさちょっとどんどんこうイメージなんか変わってってる感じするよね。変わってってる。だからそれで言ったらさ、エースもそうじゃん。そうだね。エース一番最初結構濃ゆかったもんね。眉毛とかもさもうちょっとゲジゲジでさ、そうだよね。そばかすももうちょっと強調されてなかった？そうだね。シンプルにその外見の作画的ビジュアルがどんどんイケメンになってってるよね。そうだね。だからなんかロビンもさちょっと似たような感じでさ、変わったね。でもロビン最初から結構特徴のあるキャラだったよね。特徴はだいぶあってなんかその角がどんどんなくなってってるような感じがする。いわゆるその他のキャラクターたちとちょっと近づいていってるじゃないけど、そうそれはでもずっと感じてたよ私。でも可愛かった私さ、これさ、それこそMA 日和の方でも一回話したけど、映画ね見に行った後に話したんだと思うんだけど、そうフィルムレッド、ロビンさめっちゃ可愛かったんだよね。可愛かったね。超可愛かったし、で髪の毛もさ、でもなんかこれはただ躍動感でうねってるだけだな。なんかパーマっぽい感じね。そうパーマっぽかったやろ。だからあれさ可愛いと思ったしね。ロビンやっぱそもそもロビンやっぱ可愛いんだよね。いや私マジでジョジョカ本当にさ好きだからさ、私若干久しぶりじゃね私の体感的になんか8月ほら忙しかったから、YouTube 的なこれ濡れてないかったからね。ジョジョカね好きな。結構楽しみな。あさんも好き？楽しいよねジョジョカ。見てる分には楽しい。でもやる方も楽しい。できないから俺は。やる方も楽しいですよ。ということでじゃあ早速今回はジョジョカをやっていきたいと思います。バイバイ。いやバイバイって言ったらなんか終わっちゃう感じ。終わっちゃう感じ。やっていきますなんてないのかい？やっていきますバイバイって。じゃあそれではジョジョカやっていきたいと思います。はい、初めていきます。まずね最初の状態、さっきも見せたけどこういう感じからスタートです。今回はね分解はしないよ。分解はせずに洗浄はしっかりしてますよ。しっかりと表面の油分とか微細な汚れとかはしっかりと取ってもらってやっていく感じです。で目をね最初に剥がしときます。で下処理をね軽くやってから肌から攻めます。これねマスキングかなり雑だと思うけど、なんか全部この前のさチョッパーの動画の時もさマスキングやってたと思うんだけど、なんか結構大胆ですねみたいな感じのコメントもさあったと思うしさ、そういう声も届いたんだけど、そうなんですよ。結構ね大胆です私の場合。理由はあるんですけど、理由というかそれで許される理由みたいなところもあるんですけどね。っていうのも今回もそうだけど、私は筆塗りで基本的に仕上げるので、今回のやつも、筆で仕上がる感じなんですよね。だから最終的にほらゴリゴリ書き込むのよ。書き込むからだからこの仕上がっていく途中の工程っていうのかな、途中の過程では割とアバウトでも大丈夫な部分が発生するってこと。そういうこと。伝わってる？要は最後にカバーできるから、そんななんか丁寧にやって時間かかるよりもパッてやって次のフィギュアの制作に移りたいっていう感じでやってる感じですよ。何事もバランスですからね。だから今やってるなんていうの、この作業とかも別にもっと丁寧に時間をかけてやろうと思ったら全然変な話やってもいいできることなんだけれども、もうわーって効率よく進めていってる状態ですね。でマスキングテープを剥がして、次はおそらく私はこのドレスを塗ろうとしてます。てかこの格好かっこいいね。ドレスじゃなかったわ、髪の毛だとこの格好が可愛いですよね。これ扉絵のロビンだよね。なんかロビンってやっぱり色気がすごいよな。なんかさパッと見で本当にパッと見だけど、ビジュアル的にはさハンコックとさ似たなんていうのかな、ビジュアル的可愛さ美しさがあるけど、やっぱりロビンはロビンなんだよね。やっぱりロビンはロビンのなんか雰囲気がやっぱ出てる。髪の毛がねやっぱこのハンコックはさ顔のサイドがさ姫カットみたいな感じ、なんかわらわみたいな言ってそうな姫カットな感じがあるけどさ、ロビンはそこら辺がねちょっと違う大人っぽさはやっぱありますよね。だから今回のジョジョカもちょっとね色気はやっぱり感じるようにしたいですね。服装的にもめちゃくちゃ
色っぽいからね、色気は出していこうと思います。で本当ね、今回ね、本当分解もしてないから、髪の毛もしかもマスキングもしてなかったじゃないですか。髪の毛してなかったから、もうまあ分かってはいたんだけど、普通に髪の毛にもバーっても肌色がね飛んじゃったりしてる状態だから、そこの部分だけもう筆でゴリゴリゴリっと、エアブラシだけで綺麗にナチュラルに仕上げる場合は多分これはちょっとなかなか厳しい、なんか難しい、まあてか許されないっていうか、あんまりこう誰もやらないやり方だと思うんだけど、筆で最終的に仕上げるのであれば全然通用するやり方なので、それでやってます。でここのねドレスの部分も結構大胆にやってます。まあ見たら分かると思うんですけど、この後に細かい線とか黒い線とか、あとこのお花を色を最終的にちょっと濃くちゃんと鮮やかに塗り直すっていうことも想定した上でのこの大胆な塗りっていう感じです。今回は服の塗り分けに関してはエアブラシが多めにしてます。なんかね、そこに関してはねあんまりこだわりないです、私的には。私がこの制作とか何でもそうなんだけど、一番こだわってるところは、最終的な仕上がりが自分が飾りたいって思うイメージの最低ラインにちゃんと到達してるかどうかっていうところが私の中では一番重要なところやから、だからそれで今回どんな風に進めていくかっていう途中のやり方とかは全然こだわりはありません。まあこだわりがある時はやるだけの話、今回は特にないです。このだからさ、パンプスもさ分解してないです。これもね多分分解しようと思ったら全然できるんですよ。その方がこうきっちりと塗れるかもしれないんだけど、私は関係ないです。全然問題ないです。別にこの境界も仕上がりにさほど影響しないので、もうゴリゴリ塗っていきます。はみ出たらはみ出たで、しかもカバーできます、ジョジョカの場合は。なんか私の中でめちゃくちゃ思うのが、ジョジョカ系はジョジョってなんかね、手書き感があればあるほど味が出ていいのではって本当私の解釈ですよ。私はすごく思ってて、ジョジョのさこうなんていうの、この作風の良さってちょっとこうアナログ的な味みたいなところがもう美しさだなって私は思ってるから、やっぱさ作品ごとにあるじゃないですか。その作品のそのね先生のその作風ってやっぱあるからさ、だからジョジョはね、私はねこういう手書き感をあえていつもよりも多めに意図的に出すことも結構あるかな。で今塗ってるこの塗り方もなんて言うんだろうな、透明水彩と不透明水彩を混ぜたみたいなやり方でやってます。で水彩画とかでも手書き感がいい意味であるじゃないですか。だからその感じをね出そうかなと思ってやってます。でアイペイントやっていくんだけれども、あれ今回私どうやってこれ何の塗料やったかな。とにかく最初にねオレンジ系の色で下書き的なね大まかな当たりをつけてからやっていきますね。で白目を描いてやっていくんやけれども、なんかね私はほら今回はジョジョ化やけどリアル化とか好きじゃないですか。好きなんですよ。でそれはねもうアイペイントだけで仕上げちゃうこともあるんだけどさ、アイペイントはねやっぱりこう私の中で一番大事だなって思うのは目線かなって思うな。なんかそもそもアイペイントってやっぱ目ってやっぱこう表情の部分でね結構かなり印象を左右する部分やから、結構大事なとこかなとは思うんだけど、なんか人によってさ理想のロビンとかって違ったりするし、例えば人によってのなんかジョジョっぽさってなんとなく違ったりするものじゃないですか。ものじゃん、だから結局は自分がどうしたいかっていうところをね信じるのが私はねいいって毎回思いながらやってるんやけれども、その中で必ず多分多少こだわらないといけないのがやっぱ目線じゃないって毎回思ってる。だからフィギュアってさその見る角度によってやっぱ印象ってやっぱ違うから、その造形師さんこの造形をねされた方とかもねなんかもしかしたらこの角度が一番好きだなっていうのももしかしたらこれあるかもしれないし、全部の角度から見ても楽しめるようにしようっていうフィギュアだからね、いろんな思いがあって作られてるとは思うんやけど、でそれを自分がさ買ってさ自分はどの角度から
この塗って一番見たいかなっていうところはね、私の中でもあったりするんですよね。そのフィギュアを飾る海、その塗らせてもらう身としてね、塗って楽しむ側の人間としては。だから目線はね結構大事。目線がちょっと変になるとね、やっぱこうちょっと言っちゃってるなんか言葉選ばずに言って言っちゃってる、ラリってるみたいな感じになるから、目線だけは気をつけたいと思う。そうこれが今本番というか最終的にバチッと決めたいなっていう感じで今やってるんだけど、色濃いめにやってます。だから目もあれですよ、最低限しっかり描かなきゃいけないけど、やっぱ今回叙々化だから、叙々化の場合はね割とこういつものリアル化とかよりも比べちゃダメか、リアル化とはなんていうかな、割と荒っぽくしてます。なんか例えばマスカラ、アイラインからしても女の子だったら分かると思うんだけど、こうもしてないとか溶かしてない、ちょっとなんかダマになって、もうなんかそろそろマスカラ液なくなってきたなぐらいのマスカラで描いてて、毛束感がちょっと雑になってるぐらいの下まつげとかでも私はなんか味が出るなっていう風に勝手に思ってる、これに関しては。だからあえてなんかちょっと太めというかボソってした感じでやって、なんか引きで見た時にこうインパクトあるような感じにするみたいな。なんか化粧とかでもさ、女の子化粧する人多いと思うけど、あるじゃないですか、その間近でめちゃくちゃ見た時に一番綺麗に見えるナチュラルメイクとさ、写真で見た時にめっちゃ映えるメイクってあるじゃん。なんかだからめっちゃケバくすると実際に見た時は結構インパクトあるなって感じだけど、写真で見た時も激漏れしてるみたいな、なんかそういうイメージ、私的に。だからもちろんさ、めっちゃ近くで見てさ、こう近くで見て丁寧な作業だなっていう風に鑑賞する楽しさとか、そういう作品を作る楽しさももちろんあるんやけれども、なんか私的にはやっぱこう日頃私がフィギュアを塗り終わって鑑賞する時って、普通にどうだろう、1メートル離れてないかもしれないけど、それぐらいは離れた状態で見ることが一番多いから、だから自分の肉眼、あくまでそこは自分の視力と自分の肉眼で普通に鑑賞してみた時に心地よいぐらいの感じにしたいと思ってる。私のちょっとしたこだわり、今回はでもそれに該当する感じかなと思いますね。ロビンの目の色って綺麗だよね。てか私ジョジョ会の時ね、唇がね毎回ちょっと迷うんだよね。目よりも唇が結構迷ったりする、色とか。今回はねピンク系にしました。なぜかっていうと、なんか赤リップとかも似合うかなと思ったんですよ。だけどなんかめっちゃ今回その表情とかも相まって結構強い印象になるかなって思ったから、あえてリップは薄めに。しかもロビンってそもそも本家のワンピースのさロビンって別にさ唇の色そんなあれじゃないですか、なんかほぼないみたいな、あれ確かそうだよね、そういう感じだったから、そんななんか赤じゃない方がいいかなと思って今回は、赤でも似合うから見てみたいっていうのもあったんだけどね。なんかこうやってなんかあたかも薄くすることがもう迷いないですみたいな言い方してるけど、そんなことなくて実はね結構悩んでたはい。でこっからはねもうね線入れの作業です。ゴリゴリ書いていきます。あんまり難しいこと考えずに、もうとにかくもうバンバンやっちゃうのが私的には一番いいかなって感じで、楽しい作業なんだけれどもね。だからやっぱりねジョジョはいいですよね。やっぱり私ジョジョ好きだわって、ほんとジョジョはいいなって思う。なんかほんとジョジョ化するたびに、あとジョジョ化じゃなくてもそのジョジョのフィギュア塗ったりとかジョジョ化するたびにね本当に思う。やっぱり塗ってるとさ、やっぱジョジョのこと考えながら塗る時間も多いからさ、改めていい作品だなって思うわ。なんかさジョジョのさ世界観ってさ、やっぱりジョジョが支配してますよね。なんかジョジョであって、なんか他にはない良さがこうあからさまに分かる作品だなってすごく毎回思う。今回さワンピースのジョジョ化で、私ジョジョ化今はワンピースばっかしてると思うんだけど、なんか理由があってさ、なんかワンピース合いそうだなと思って始めたんだけど、多分ね思ったよりも自分の中でそのジョジョとワンピースのコラボが、勝手にやり始めてるんですけど、コラボがめちゃくちゃ合ってて、で飾った時にマジでなんか最近の中でちょっとかなり上位な感じなぐらいね、私気に入ってるんですよ、このワンピースのジョジョ化したフィギュアが。本当になんか本当気に入ってて、そうなんか
もちろんさ、私ワンピースはワンピースで飾るコーナーもあるし、そのジョジョのフィギュアはジョジョのフィギュアで普通にもっと拡張して飾りたいなと思ってるんやけど、なんかそれとはまた別でワンピースかけるジョジョのコーナー、なんかもう一個のジャンルになってる、私の中で。なんかそれぐらい今ハマってるから、なんかこれはねマジでやってよかったなって思いながら、ね、今回もやってるんだけど、今鼻塗ってます。鼻のところはオレンジで、もともとオレンジだったかな、塗ってます。これさ、ちなみにこのドレスもともとさ、黒色じゃないですか。ちなみにこのフィギュアもう一色白のやつがあったんだけど、あれはあれでちょっとやりたかったなとか思ってるんだけど、今回この黒をやるにあたってあえてパープルっぽい感じにしました。あえて紫に、せっかくだったら変えようかなと思って、ちょっと色ちょっとなんか鮮やかさを、発色をちょっと上げようかなって思って紫にしてます。そんな感じでもうすぐ完成ですね。ここもね、なんて言うんだろうな、言葉ってほんと難しいよね。なんか言い方一つ間違えるとやっぱ受け取り方がやっぱ人によってね、もちろん変わってしまうところがあるからさ、こうなんていうの、私話すの苦手だからさ、それなのに早口だから変なこと言っちゃわないかって毎回心配しながら話してるところもあるんだけれども、とにかくね、この荒っぽく塗っていく作業が私はすごく結構好きだったりします。好きだったりする。こういうね、なんかね、もうね、二次元彩色とかイラスト風に塗るとか、なんかこういうイラストを元にして塗るとか、なんか筆で塗るとか、こういう大胆に書き込んでいくっていう時って、こう嘘っぽさ、なんかいかに嘘っぽさを怖がらずにできるかなってね、私は思ってるんよね。なんか本当の意味でリアルってなると完全になんか間違ったことの作業の方が多いからさ、そこをね怖がってしまうと全くね筆が進まなくなるから、もう別のものとしてね楽しむようにはしてるのよね、私はね。昔はリアルな絵ばっか描いてたんだけど、そう、フィギュアはねこの嘘っぽさが楽しい、すごくフィギュアの塗りは。はい、そういう感じでね完成です。もうすぐ完成です。はい、皆さん完成いたしました。ガーって今集中してやったらめちゃくちゃお腹空いたんだけれども、無事完成いたしました。ということで、じゃんじゃじゃーん、じゃーん、完成です。一応ね最初に大きさを比較見せときます。こういう感じです。ということで、じゃあ早速ねフィギュアケースの中に飾ってみます。この瞬間が楽しみなんですよな。はい、今日はこのデトルフのところに飾る、ここね今ねジョジョ化が置いてます。あと、本物のさジョジョもおりますけれども、ジョリーンがおりますけれども、ここに飾りたいと思います。じゃんじゃじゃん、よいしょ。はい、こういう感じです。今回はねロビンをジョジョ化いたしました。ワンピースがね続々と増えていってます。ワンピースのジョジョ化がなんかもうちょっとここにジョリーがいることがなんか若干なんか面白い感じになってきてるんだけれども、ワンピースのジョジョ化の方がなんか多くなってきてるっていう。パープルはねやっぱりこうロビンといえばパープル結構合いますよね。意外と楽しくなっちゃって、どんどん書き込んじゃってさ、韓国とまるでなんかこれペアみたいな、わかります？この思ったけどペアかってぐらいのこのなんか合う感じ。いやなんか語彙力がもう一つにならなかった。これ大丈夫かな。私これさスポットライトをしてるのよ、こんな感じでね。だからこれ色味が若干こうなんていうのかな、スポットライト的な照らされ方してるからちょっと色味が分かりにくいかな。ちょっと一旦ちょっと普通のところでも見せようかな。ちょっと暗いかもしれないけどスポットライトの中じゃないとこういう感じですね。もうフィギュア飾られてる方は結構分かると思うんだけど、やっぱりこの2人めちゃくちゃいいな。なんか美人姉妹かなっていうぐらいこの2人の構図が私ちょっと好きすぎるんだけれども、この色合いが合ってるっていうのもあって、自分がそうしたんだけど、めっちゃいいなこれ。私超気に入ったわ。楽しいな。最初からこういうもんだったんじゃねえかっていう風に毎回なんかなるな、私の中で。はい、ということで今回はワンピースのロビンをジョジョ化しました。ジョジョ化も私リアル化とか普通の二次元塗りとかとも合わせて大好きなんですよ、ジョジョ化は。ジョジョも好きですし、ジョジョ化も大好きということで、ワンピースも好きなんでね。またいろいろやってきます。みんなは何が一番好きなんだろう。フィギュア好きの方とかはまた遊びに来てください。ぜひぜひぜひ。ということで、今日も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー。